こんにちは、大輔です。先日ですね、フィリピンに関していわゆる都道府県レベルでの分断が継続している状況だっていうことをお伝えしたところですよね。もしも将来入国制限緩和された後に自分がね、海外渡航中にロックダウンが生じたらめちゃくちゃやっぱ恐ろしいと思いますよね。そういう話を今日していくんですが、お伝えするニュースはですね、こちらの2つになります。キャンセル続出の国内線フライト。故郷に帰るために5日間ですよ、皆さん。バス停で待ち続けた女性の末路というこのね、2つになりますけど、まずね、じゃあ初めから行きましょう。キャンセル続出の国内線フライトなんですけど、いわゆるロックダウン状態からは解除に向かっているフィリピンということなんですが、GCQ と言われる一般コミュニティ隔離というレベルに緩和されまして、国内線のフライトもですね、セブパシフィックだったり、エアアジアであったり、主要な LCC がフライトスタートし始めたといった状況なんです。このまま順調に回復に向かうと思いきやなんですが、物事はそう簡単には進まないみたいなんですよね。6月頭に予定されたいくつかのフライトが続々とキャンセルされまして、マニラ空港のね、発着には相当不安定な状況っていうのが広がっているようなんですね。その証拠になんですけど、フィリピンのオンラインニュースサイトのラップラーが6月12日に報道した記事がありましたんでね、皆さんに共有をしたいと思います。地方へのキャンセルフライトが続出している関係で、マニラ空港近くの高速道路の高架下で、なんとね、数百名のフィリピン人が待機をしているということなんですね。で、その場しのぎの荷物を抱えて段ボールの上で、時間を過ごさざるを得ないという状況なんですけどね、おそらくこれ私の推測なんですけど、いろんな事情をお持ちの方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そもそもなんですけど、フライトに、飛行機に乗るにはですね、今現在めちゃくちゃ長い手続きが必要なんですよ。まずは14日間のコロナ症状が出てない旨の健康チェックをした上で医療許可証を、取得しますよね。で、それを持ってですね、行政に出向いてトラベルパスを取得するわけなんですよ。で、それ発行されるまでに下手すると数日間ね、待つ必要があるということなんですが、それを経た上で、なんとか手に入れたフライトチケット、これを握りしめて空港に行くわけなんですね。で、ニューノーマルのプロセスに基づいて、各種チェックを実施して、いざ搭乗しようとしたら、フライトがね、突然キャンセルになると。そしてその理由も教えてもらえないという状況が想像できるわけなんですよ、皆さん。なんでね、立ち往生を食らってる方の中には、当然ね、フライトキャンセルの影響を受けた人はもちろん多くいらっしゃると思いますが、トラベルパスをまだ取得できていない方っていうのも含まれるんじゃないかなっていうふうに見させてもらっています。こういうふうにね、新しい制度にどんどん移り変わっていく中では、オペレーション追いつかせるのってめちゃくちゃやっぱ大変ですよね。現地の人であっても、その手順をスムーズに行える人たちばかりではないと思うんですよ。とはいえですね、こういう制度がもうずっと将来続くっていうことはもうまずはないの、ありえないなとは思っているので、いつかね、必ず解除には向かいますので、私もね、皆さんも今は待ち続ける時なんじゃないかなというふうに思っています。一方でなんですが、この問題に関しては行政がすでに動き始めているようなんですね。パサイのルビアーノ市長からの指示で、これらの立ち往生した乗客はですね、最近近くのビジャモール空軍小学校、こちら屋根付き校となるんですが、こちらにね、移っていただいた、そういう記事がフィリピン最大の英字新聞マニラ速報で確認ができています。で、先日ですね、フィリピン直撃した台風がありましたね。ブッコイという名前の台風でしたけど、その影響をね、その立ち往生している方々が受けてしまう恐れもありましたので、私はね、こちらの記事を見ることができて、少し安心しているといったところです。では次のニュースなんですが、故郷に帰るために5日間バス停で待ち続けた女性の末路ということなんですけどね、これはね、とっても悲しいニュースなんで、ちょっとここで取り上げるかどうかって正直悩んだんですよね。なんですけど、一応ね、報道されている限りの情報で、事実であろうとね、私がきちんと理解できた部分にフォーカスをしまして、皆さんに共有をしたいと思います。この話はですね、マニラに出稼ぎに出ている33歳女性の方に関する記事なんですね。
で、この方もロックダウンの影響で故郷であるカラバンカに帰宅をしたかった方なんです。家には4人の子供がいらっしゃるようでして、シングルマザーとしてですね、生計を立てられていたということなんです。で、彼女の故郷のカラバンカは首都マニラから 400km 程度離れた場所であって、車で移動すると10時間以上はかかる場所ということなんですね。自宅に帰る手段も限られてますよね。公共交通機関もほぼ止まってた状態でしたんでね。で、ロックダウンがようやく解除されたということで少しずつ回復していく中で、その公共交通機関が少しずつ回復していく中で、でもですね、全てのバスがこれまで通り開通されていくわけではないわけなんですよ。特に長距離バスはそうだと思います。なんでかっていうと、トラベルパスのね、取得等も含めて複雑な手続きを踏んでいかないといけないっていう状況が、今まさにね、フィリピン国内で起きてる事態だと理解していますんでね。で、おそらくこういうことを理解してご自身で行動に移すことができなかったんじゃないかなっていうふうに推測されますよね。結果なんですけど、なんとね、この方5日間パサイの停留所でバスをね、待ち続けられたっていうことなんですよ。ちょっとこれは想像ができないですよね。で、結局ですね、6月5日金曜日に、彼女ね、パサイ市の歩道橋で意識不明になったようでして、その後死亡が確認されたということで、なんともね、かわいそうな話ですよね。で、今、フィリピンは長きにわたるロックダウンの影響で、経済的にとっても苦しい状況にあると思われます。そこで生活している皆さんっていうのは、ね、ストレスだけではなくて、生活の面であったり、あと体力の面であったり、頂点にね、達している方ってもう多数いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますよね。で、このまま公共機関が元に戻って、経済が回復していくことを祈るばかりではあるんですけど、その反面で感染症対策っていうのも徹底しなくちゃいけないっていう、もうめちゃくちゃ難しい状況に、そういうバランス感の中にね、バランス感取っていかないといけないという中にあるんだと思うわけなんですよ。で、これもちょっと紹介、皆さんにしたいと思います。フィリピンの大手テレビ局 GMA が報じたニュースがありました。この後、フィリピン政府がどういう舵切りをしていくのか、注目していきたいという、そういうね、旨のニュースなんですけど、これは政府広報のハリー・ロケさんという方が GMA のテレビニュースのインタビューで語った内容なんですよね。彼はこんなこと言ってました。マニラ首都圏とセブシティは数が減少していないことが分かっています。しかしどうすればいいかは大統領次第だということなんですね。現在 GCQ に移行した首都圏がより緩和される MGCQ に移行するのか、逆に以前同様の厳しいですね、MECQ に戻るのか、もしくは今までの GCQ をキープしていくのか、いずれにもなり得る可能性があると語ってるわけなんです。情勢のですね、移り変わりとっても激しいので、もしかしたらこの動画をアップしてる頃にはまた新しい動きがもうすでにね、出ているのかもしれないですよね、フィリピン国内は。でね、このことに関してはフィリピン国民のね、全員の方がこのドゥテルテ政権が出す方向性っていうのをもうじっと見守っているところなんじゃないかと思います。私もね、一緒に見守っていきたいと思っております。ということで、本日もですね、ドゥテルテ大統領にエールを送りまして動画を締めくくりたいと思います。パングロンドゥテルテ、スポタンキタ。さよなら。